聖武天皇が在位していた時代、日本は疫病の流行によって社会が不安定な状況にありました。これを受けて聖武天皇も考えられる限りの手段を講じています。具体的には物資の支給や税の免除、さらには神仏への祈祷を行うなど、あらゆる方法で社会の安定を図ろうとしました。しかしそれでも社会不安を完全に払拭することはできていません。このような厳しい状況の中で聖武天皇は精神的にも追い詰められていきます。そのような時、天皇が心の拠り所としたのが仏教でした。ある時、聖武天皇が難波へ行幸した際、途中で立ち寄ったお寺で盧舎那仏を礼拝する機会がありました。その際に仏像の荘厳さと教えの深さに大きな感銘を受けたと言われています。ここで自分もこのような仏像を作り、人々の苦しみを和らげたいという願いが天皇の心に深く刻まれ、それ以降ずっとその願いを持ち続けることになりました。聖武天皇を悩ませていたのは疫病だけではありませんでした。九州北部で勃発した藤原広次の乱です。この反乱を鎮圧するため、朝廷は軍勢を九州へと送りましたが、その間に聖武天皇は突如として、私には思うところがある。よってしばらく東に赴くことにした。戦乱の最中ではあるが、やむを得ないことである。将軍よ、これを聞いて驚き怪しまないように、という言葉を残し、元正上皇と光明皇后を伴って平城京を離れる決断を下しました。こうして聖武天皇は東国への行幸に旅立ったのです。なぜ聖武天皇は東国へ向かったのか、その明確な理由は記録に残されていません。しかし、いくつかの説が考えられています。例えば、藤原広次の支持者が平城京に残っており、彼らが新たな決起を図る可能性を避けるためだったという説。あるいは反乱の鎮圧を祈願するため伊勢神宮へ参拝したのではないかという説。または平城京では疫病によって多くの死体が放置されており、それを避けるためだったという説です。確実なことはわかりませんが、いずれにせよこの後聖武天皇は約5年間平城京に戻らないことになります。そのためこの時期は宝光5年と呼ばれるようになりました。この宝光5年は少人数での行幸ではありませんでした。多数の役人が同行し、聖武天皇一行は各地を巡っています。この行幸で特に注目すべき人物が聖武天皇の皇后である光明皇后です。光明皇后は藤原氏の出身で、聖武天皇との間に安倍内親王という娘がいました。一方で聖武天皇には吾田犬飼の広戸寺という后もおり、その間に朝香親王という息子が生まれています。皇位継承の観点から見ると、男の子である朝香親王が次期天皇に選ばれる可能性が非常に高い状況です。そこで光明皇后は、このままでは自身の立場が危うくなる。朝香親王が皇位を継ぐかもしれない。そうなれば私や安倍内親王の地位が脅かされると考えて危機感を持ち、2つの対策を講じることにします。それが藤原中丸の登用と安倍内親王の立太子です。順番に見ていきましょう。まず一つ目が藤原中丸の登用についてです。先ほど述べた通り、光明皇后は藤原氏出身の人物です。そのため立場が危うくなった彼女は自身の実家である藤原氏を頼ろうと考えました。ここで目をつけたのが藤原氏の長男の家系である南家です。しかし南家では長男の藤原豊成よりも次男の藤原中丸の方が賢いという評価がされていました。この状況を踏まえ光明皇后は長男の豊成には平城京の留守を任せ、次男の中丸を行幸に連れて行きました。この選択が兄弟2人の運命を大きく左右することになります。中丸は次第に昇進を重ね、最終的には兄の豊成を追い越し、政治の中枢へと上り詰めることになるのです。それでは次に安倍内親王の立太子についてお話しします。こちらは結構単純な話で、自身の立場が危うくなった光明皇后は娘の安倍内親王を皇太子にしてしまおうと考えたのでした。安倍内親王を皇位後継者に擁立することで、朝香親王への皇位継承を阻止しようとしたのです。しかし安倍内親王は独身の女性であり、仮に即位したとしても子供がいないため、将来的な皇統の維持にはつながりません。この点が問題視され、
当時の政権を主導していた橘の諸江はもちろん、聖武天皇の後見人である元正上皇ですら、この決定には不満を抱きました。こうして朝香親王を支持する元正上皇、橘の諸江のグループと、安倍内親王を推す光明皇后、藤原の中丸のグループとの間で対立が始まっていきます。このような対立関係が深まっていく中、聖武天皇は行幸を続け、そのまま平城京に戻ることはありませんでした。そして新たに国京への遷都を決定します。国京とは平城京から山を一つ隔てた場所で、橘の諸江の別邸が存在している場所でした。このことから行幸に同行していた橘の諸江が、私の家の近くに遷都してはどうでしょうかと提案し、勢力を強めていた藤原の中丸への対抗を図ったのではないかと推測されます。こうして橘の諸江の主導のもと、国京が新たな都として定められたのです。このように2つのグループの間で取り合いをされるようになった聖武天皇は、飢饉や疫病、反乱が続いている、それによって社会不安が広がっている、なんとかしなければと考えており、政治的にも精神的にも追い詰められていました。そこで注目したのが仏教の力です。聖武天皇は以前、全国各地に仏像を作らせ、お経を書き写させたことがあります。その際、米の収穫が順調になるという結果が得られました。この経験を踏まえ、聖武天皇は、仏教には災いを福に転じる力があると確信し、諸国でお経を写し、70の塔を建立せよと命じます。この命令がいわゆる国分寺建立の詔です。こうして日本全国で国分寺、国分二寺の建設が始まりました。特に当時の政治の中心地であった大和の国に注目してみると、大和の国国分寺とされた寺院には特別な背景があります。この寺院は1歳になる前に亡くなった聖武天皇の息子、元井王の菩提を弔うために建立されたもので、後にこのお寺が大和の国国分寺として昇格し、さらに発展して東大寺へとつながっていくことになります。聖武天皇が目指した政治は、東大寺を中心に全国の国分寺をつなげ、仏教と天皇の力で平和で安定した国家を築くことでした。このように仏教の力を借りて国家を安定させようという考え方を鎮護国家思想と言います。これまでのことからわかる通り、聖武天皇は仏教を深く信仰し、その力を借りて国を安定させようと考えていました。その中で聖武天皇が忘れられなかったのが、かつて浪速に行幸した際に見た仏像のことでした。私も仏像を作りたい。仏像を作るのにふさわしい土地を見つけたい。この思いを聖武天皇はずっと抱き続けていたのです。そんな時に国境から東北に伸びる道が新たに整備され、近江の国への交通の便が良くなりました。これを受けて聖武天皇は、仏像を作るのにふさわしい土地かもしれないと考え、近江の国を訪れることを決意します。そしてその地に滞在している際に使う離宮を建てるよう命じました。しかしこの決定は大きな問題を引き起こします。当時平城京から国京へ都を移す工事が進められており、すでに多くの財力と労働力が投じられていました。そのため新たな離宮の建設を行う余裕はなかったのです。国京遷都を主導していた橘の諸江は、国京を優先させましょう、大仏造営はやめましょうと主張して、大仏造営に反対する立場を取るようになりました。一方でこの状況に目をつけたのが藤原の中丸でした。中丸は聖武天皇の意向を尊重し、大仏造営に賛成します。この姿勢が聖武天皇の信頼を得ることとなり、次第に天皇の気持ちは橘の諸江から藤原の中丸へと移っていくのでした。このような状況の中、藤原の中丸がついに政治の中枢へと進出します。これに対し橘の諸江は危機感を募らせました。今最優先で取り組むべき課題は飢饉、疫病、反乱からの復興だ。それに加えて国京の建設も進めている。離宮や大仏を作る余裕などあるはずがない。財源はどうするつもりだ。橘の諸江はこう主張し、藤原の中丸に対抗します。実際この頃の日本は疫病の流行によって多くの人々が命を落とし、人口が激減していました。さらに災害や重い税負担に耐えきれなくなった農民たちが田畑や家を捨てて逃げ出すという事態が相次ぎます。
これにより土地が荒れ果て、税を徴収することも難しくなっていたのです。財源が確保できなければ、信楽宮や大仏を建設することは不可能です。しかし藤原中丸は計算能力に優れており、この財源問題に解決の道筋をつけました。その結果として発布されたのが墾田永年私財法です。墾田永年私財法は土地制度に深く関係する法令です。その背景を理解するため、まずこの段階での土地制度を簡単に振り返りましょう。当時の土地制度は約20年前に発布された三世一新の法を基盤としていました。三世一新の法は、新しく池や用水路を作って荒れ地を耕して田んぼを作った場合には、本人、子、孫の3代まで所有することを認め、もしも古い池や用水路を復旧して田んぼを作った場合には、本人の1代だけ所有を認めるというものでした。この制度により多くの人々が新たに田んぼを開墾しましたが、期限付きという点が大きな問題となりました。期限が近づくと人々はこう考えるようになります。どうせこの土地は最終的に国のものになる。だからもう耕さなくてもいいだろう。こうして田んぼの管理が放置される例が増え、土地の荒廃が進みました。問題の核心はこの期限付きという制限にあったのです。そこでこの期限を撤廃し、耕した田んぼは永久に所有してよいとする法律が制定されました。これが墾田永年私財法です。ただしこの法によって無制限に土地を所有できるわけではありませんでした。異界によって所有できる面積が決められており、異界が高ければ高いほど広い土地を所有できる仕組みとなっていました。さて、墾田永年私財法の施行により、日本国内には2種類の田んぼが存在するようになりました。1つ目は国から与えられる区分田で、これを公の田んぼと書いて公田と言います。2つ目は自ら耕した田んぼで、これを開墾した田んぼと書いて墾田と言います。しかし墾田は異界によって所有できる面積が制限されていたため、広大な土地を所有できたのは主に貴族でした。貴族たちはこれらの墾田に証書と呼ばれる領主の別宅や倉庫を設置し、そこに農具や種を備えました。そして周辺の農民を雇って土地を耕させることで運営を行ったのです。こうして収穫されたお米の約 3% は国に納め、残りの 2,3 割を耕作した農民に与える。そして残った米は土地の所有者である貴族が得るという仕組みです。しかし律令制の根幹には公地公民という理念があります。これは土地はすべて国家のものであるという考え方です。ところが墾田永年私財法によって土地の私有が認められたことで、この原則に例外が生まれました。この私有地は後に荘園と呼ばれるようになり、特に墾田永年私財法の発布によって生まれた荘園は初期荘園と呼ばれ、後の日本の土地制度や社会構造に大きな影響を与える存在となっていきます。墾田永年私財法の施行により、財源の確保だけでなく、荒廃した土地の再開発にも道筋がつけられました。この法令は橘の諸江政権の下で制定されましたが、その背景には藤原中丸の優れた計算能力が生かされていた可能性が高いと考えられます。こうした状況を受け、聖武天皇はついに仏像の造営に乗り出します。これがいわゆる大仏造立の詔です。大仏造立の場所として選ばれたのは近江の国にある信楽宮でした。ここで巨大な仏像の建設が本格的に始まります。この時、畿内を中心に活動していた僧侶の行基が弟子たちを率いて広く民衆に参加を呼びかけたことが特に有名です。行基の活動によって多くの人々がこの壮大な事業に協力するようになりました。さて、状況を整理してみると、この頃の政治の中枢では聖武天皇をめぐって2つの派閥が激しい勢力争いを繰り広げていました。一つは国教の造営を主導していた橘の諸江派、もう一つは信楽宮と大仏造営を推進した藤原の中丸派です。そして藤原の中丸は橘の諸江からの巻き返しを図り、信楽宮での大仏造営に注力しましょう。国教の造営工事は一時停止されるべきですと進言。聖武天皇はこの提案を受け入れました。こうなると橘の諸江も黙ってはいられません。国教は首都だ。工事が中途半端な状態のままでは国家の体裁が保てない。そう主張すると
信楽宮からできるだけ離れるようにして難波宮への遷都を強行しました。こうして聖武天皇は橘の諸へに伴われ難波宮へと行幸しました。この際、聖武天皇にとって唯一の王子である朝香親王も同行します。しかし、ここで予想外の出来事が起こります。旅の途中、朝香親王が突然病に倒れてしまったのです。やむを得ず朝香親王は国境に引き返すことになりましたが、戻ってわずか2日後に亡くなってしまいます。これにより、橘の諸江を中心とする勢力は、皇統を継ぐ者として大きな期待を寄せていた朝香親王を失い、政治的な力を大きく弱める結果となりました。そこに追い打ちをかけたのが、中麿による巻き返しです。中麿は聖武天皇を誘い、信楽宮への行幸を実施します。誘う理由は様々に考えられますが、おそらく大仏造営の進捗を見に行きましょうとでも言ったのでしょう。当然ながら橘の諸江はこれに強い不満を抱き、聖武天皇が不在であるにもかかわらず、難波を都とすると正式に宣言。もはや都がどこにあるのか定まらない混乱した状況が生まれます。このような状況に民衆が不満を持つのは当然で、今の政治はダメだと考える人々が信楽宮周辺に放火し、山火事が相次ぐ事態へと発展します。権力争いが引き起こした混乱は民衆の間にも大きな影響を及ぼしていったのです。さすがの聖武天皇もこの状況には心を痛めました。仏教の力を借りて国家を安定させようという考えのもと、大仏造営を進めていましたが、それに対する批判が集まっていることを聖武天皇自身も認識していました。自分の至らなさが原因で社会が不安定になっているのではないか。そんな風に自責の念に駆られていた天皇に、さらに追い打ちをかけたのが、何日も連続して発生した地震でした。これはまずい。神仏までもが起こっているのではないか。そう感じた聖武天皇は、ついに大きな決断を下します。それは、平城京へ都を戻してほしいという民衆の声を受け入れることでした。こうして聖武天皇は平城京へ向けて出発。5年ぶりに都は平城京へと戻ってきたのです。この頃になると、橘の諸江の力は弱まる一方で、藤原の中麿の力が急速に強まっていきます。中麿は人事権を持つ式部卿に任じられると、積極的に人事に介入し始め、橘の諸江派の役人を次々と重要な職から外しました。そして中麿派の役人を要職に任命することで自らの派閥を強化していったのです。そんな橘の諸江にとどめを刺したのが元正上皇の崩御でした。元正上皇という強い後ろ盾を失った橘の諸江はもはや政治的に身動きが取れなくなり、没落を余儀なくされます。こうして派閥争いは決着し、中麿派の勝利が確定しました。この勝利は中麿が推していた安倍内親王が次の天皇に決まったことを意味します。こうして聖武天皇は攘夷を実行、史上初の男性上皇となりました。以後、聖武天皇は場所を移して平城京で進められていた大仏造立事業に専念するようになります。そんな大仏造立事業には最後まで解決しなければならない大きな課題が残されていました。それは大仏を真の大仏として完成させるために必要な金メッキの原料である金が不足していたことです。しかしこの課題は突然解決されました。東北地方で金が発見されたのです。この発見により大仏完成のめどが立ち、造営工事は最終段階へと進んでいきます。ところがこの金の発見は別の問題を生むことにもなりました。当時の日本は綿を輸出することで交易を行っていましたが、次第に金がその主役へと取って変わっていったのです。金の重要性が増すにつれ、朝廷はもっと金が必要だと考えるようになりました。こうして疫病の流行によって中止されていた蝦夷政党が再開されることになったのです。そしてついに大仏が完成する日を迎えました。この日に執り行われた大仏開眼供養の儀式には約1万人の僧侶が集まり、多くの人々が見守る中で最後の工程が行われました。それは大仏の目に墨を入れる作業です。この作業をもって大仏は仏の魂を宿す存在として完成され、鎮護国家思想の集大成となります。その後、華厳教の説教が行われ、様々な音楽や舞が披露されるなど壮大な法会が続いていき、
この大仏開眼供養は仏教が日本に伝来して以来、かつてないほど盛大な儀式となり、多くの人々に深い感銘を与えたのでした。